生まれて初めてオフ会なるものを開くことになりました。みんなで料理を作って食べながらおしゃべりをする、そんな集まりです。多分これが最初で最後のオフ会。開催まであと1週間という頃、レシピ集を仕上げてじっくり準備していきました。開催直前の最後の何日間かは慌ただしくなるから、食事はきっと手抜きになりますね。というわけでお弁当を作って冷凍しておくことにしましたよ。自分用のお弁当だから凝った料理じゃなくていいんです。いつものお惣菜を詰めるだけ。バラエティに富んだお弁当を何種類も作ろうなんて張り切ったら疲れちゃいますよね。今日は何も作りたくないなという日に冷凍庫からさっと取り出して3分ぐらい温めるだけで食べられる、そんな自家製の冷凍弁当があると随分気が楽なんです。冷凍おかずはよく作りますよ。というかおかずをたくさん作って冷凍しておくのが趣味と言ってもいいぐらい。冷凍おかずを作るぞと気合を入れて取り掛かったりはしませんよ。一人暮らしだけどおかずを4人分ぐらい作って小分けにして冷凍しておくんです。いつものご飯のついでに作るから大した手間はかかりません。一人分じゃなくて4人分作るとなると手間も4倍。いえいえ、そんなことは全然なくて、野菜を切る量が少し増えるぐらい。煮たり焼いたりは1人分も4人分も大差ないですからね。ご飯も毎回炊くんじゃなくて、一度に3合か4合炊いて小分けにして冷凍しておきます。一人暮らしならそれが圧倒的に便利。ダイエットにも良さそうですよ。炊きたてのご飯の誘惑は抗いがたいでしょ。1膳分ずつ冷凍しておけばおかわり防止になるんです。おかずの1品目はノンフライの鶏の唐揚げ。生姜とお醤油とお酒で下味をつけておこう。ニラともやし炒めに使うニラを切っておきましょうかね。この厚揚げは豚肉と一緒にさっと煮ますよ。切る順番はお野菜、厚揚げ、最後にお肉。この順番ならまな板をいちいち洗わなくてもいいでしょう。傷みやすい生姜は買ってきたらすぐに千切りにして瓶に詰めてオリーブオイルを注いで漬けておきます。使うときは油ごと生姜をすくって鍋やフライパンに入れて、いい感じに香りが立ってきたらお肉を投入。厚揚げを加えて甘辛く煮ましょう。西京味噌漬けの鮭が特売だったから買ってきました。2切れとも焼いちゃいましょう。もやしとニラはごま油で炒める。もやしは切らずに使える野菜ですね。料理は嫌いじゃないけど切らなくていいのってやっぱり楽ですよね。味付けは塩、胡椒、お醤油を少々、ラー油をちょっと垂らして辛みを足しましたよ。栄養と食感のアクセントにごまをたっぷり入れましょう。何の変哲もない野菜炒めだからこそごまの効果は大きい。豚肉と厚揚げが煮えました。いい匂いです。鶏肉に下味がついたかな。ノンフライで揚げましょう。鶏もも肉だから油は使いませんよ。米粉をまぶすだけ。鶏肉から染み出る油分だけで
十分カリッとジュワッと揚がります。ノンフライ機能付きのトースターに入れて180度で12分。家で揚げ物をしなくなって何年になるでしょうね。たまの外食で天ぷらを食べることはあるけど、今や家での揚げ物はすべてノンフライです。ご飯が炊けました。この日は胚芽米にしましたよ。炊きたてのご飯の香りに幸せを感じる。パン作りが趣味だけど日本人だからね。子供の頃から慣れ親しんだご飯の匂いはほっとします。お弁当箱に詰めていきましょう。オフ会用に試作したお惣菜も入れちゃおう。ご飯を詰めた冷凍弁当は必ず温めてから食べます。はっきり言いますね。自然解凍しただけのお米はボソボソで食べられたもんじゃありません。だからお弁当の容器は温められるものにしないとね。あとおかずは生の野菜はやめておいた方がいいかな。溶けると水が出ちゃうし、しんなりして残念な食感になっちゃいます。個人的には漬物も入れないようにしてるかな。ほかほかに温まった漬物がね、なんとなく残念な気がするんですよ。ちょっとずつおかずの組み合わせを変えて詰めてみました。だけど凍らせると蓋が曇って中身が見えなくなります。食べるときは何が当たるかなとくじ引きを引く気分。それも楽しいんですよ。お弁当のおかずそのままが今日のお昼ご飯。いただきます。お味噌汁ぐらい作ればいいのにね。サボりました。何種類かのおかずをちょっとずつ食べられるって割と贅沢な気分です。オフ会の最終準備に入る前にやっておきたい雑事を片付けましょうか。夏には必ず植えるポーチュラカ。元気いっぱいでどんどん大きくなってたくさん花が咲きますよ。先端をちょんちょんと切り戻すとますます花が増えていく。切り落とした先端は下の方の葉を落として土に刺しておきましょう。何日かしたらこの場所はポーチュラカのお花畑になってくれるはず。お天気さえちょうどよければそうなってくれるでしょう。最初は乾燥しないように気をつけて、根っこがしっかり張ったら水やりはたまにで大丈夫。春に咲いた姫ヒオウギ。今年もたくさん種をつけました。また来年かわいい花を咲かせてね。いよいよ準備の佳境を迎えました。参加してくださる方へのお土産にするお菓子を作る日です。お菓子作りを始める前に朝ごはんを食べましょう。どんなに忙しい日でも朝ごはんは抜かしませんよ。
腹が減っては戦はできぬですね。簡単なものでいいからとにかく食べます。昨日焼いておいたカンパーニュにチーズをのせてトーストしよう。トマトを焼いている間にコーヒーを入れよう。お菓子作りに集中するために、ここは気持ちを引き締めて心を落ち着かせなければ。ハンドドリップでコーヒーを入れるのは瞑想と同じぐらい心が静まるような気がします。目玉焼きを焼こう。トマトを裏返して端に寄せたら卵をポン。卵が冷める前に食べちゃいましょう。質素な朝ごはんだけど食べたら力が湧いてきました。さあ、お土産のお菓子作りに向き合う心の準備もできましたよ。私の YouTube チャンネルを見てくださっている方と顔を合わせるのは初めてです。画面の中と実物が全然違うと思われたらちょっと恥ずかしいな。なんてドキドキワクワクしてるけど、まだ見ぬみんなに思いを馳せてお菓子を作りましょう。手作りのお菓子を気に入ってもらえるのか、それはわかりません。誰かに何かをプレゼントするとき、これでいいのかな、迷惑じゃないかなって悩むことありませんか？そんな時に私の背中を押してくれるのは気は心という言葉。プレゼントは中身も大切だけど、一番送りたいのはありがとうの気持ち。心を込めればなんとかなる。そうですよね。昨日仕込んでおいたクッキー生地を大きな四角に伸ばして焼きましょう。まずは170度で10分。お砂糖、バター、生クリーム、蜂蜜を温めて、アーモンドスライスをザザッと投入。まとまった量のお菓子を作るのは久しぶりなんですよ。心置きなくお菓子を焼けるのはやっぱり楽しい。だんだん乗ってきましたよ。空焼きしたクッキー生地の上に灯油がけしたアーモンドを乗せて広げて、170度で20分焼こう。おっと、テーブルの上を片付けておくのを忘れてました。焼き上がったお菓子を並べるから、果物とアジサイはどいておいてもらいましょう。
次のお菓子の準備をしているうちに焼き上がりましたよ。フロランタン。こんがりキャラメリゼされたアーモンドと厚めのクッキーの相性はバッチリ。これが嫌いという人はほとんどいないんじゃないかな。粗熱が取れたら切りますよ。温かいうちにカットするのが大切です。冷めてからだとまっすぐに切れなくて割れちゃいます。2つ目のお菓子は夏の贈り物の定番、オレンジ味のサワークリームが入った爽やかなお菓子です。ワンボウルで材料を加えては混ぜていく。作り方はとってもシンプルですね。夏みかんで作った自家製オレンジピールを使ってるから世界に2つとないお菓子。ちょっと大げさだけどね、胸を張ってそう言おう。飾りのドライオレンジもいつか手作りできるといいんだけどな。焼けました。2品できたところでお昼ご飯にしましょうか。自家製冷凍弁当を温めるだけだからお昼ご飯の準備はたったの3分ですよ。中身は魚じゃなくてお肉が当たりました。温めて食べると冷凍しておいたとは思えない。その日の朝に作ったと言われても納得しちゃうお味です。自家製冷凍弁当、忙しい日じゃなくてもあると心強い。また作っておこう。午後はフィナンシェを焼きました。お菓子作りが無事に終わってほっと一息。袋に詰めて心を込めてラッピングしましたよ。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録も。